一見したところこの作品は取り立てて特別には見えないかもしれません。しかし実際には美術史上最も解析されてきた作品の一つなのです。ラスメニーナスあるいは女官たちと呼ばれており、ディエゴ・ベラスケスによる1656年の作品です。スペイン宮廷での日々の一場面を描写しています。上品に着飾った幼い王女が女官の差し出す一杯の水を拒んでいて、その脇では小人が犬にちょっかいを出しています。もう一人の小人がまたその横に立っており、画家自身がキャンバスの前でポーズをとっています。奥の方では別の二人が何やらささやき合っており、別の一人が部屋を立ち去ろうとしていて、取り立てて動きがないこの部屋を立ち去らない理由はありません。犬さえも退屈そうですが、もう少しよく見てください。後ろに見える曇った鏡の中に2人の人間が映っていますが、最初に見た時には簡単に見逃してしまいそうです。この2人は王フェリペ4世とマリアナ王妃に他なりません。素朴な宮廷生活のこの場面を王族の肖像画に格上げしているかのように見えます。この情報を手がかりに、この作品の奥深い意味と、何世紀にもわたりこの作品がなぜ見る者を魅了し続けてきたのかが分かり始めるのです。まずこの作品の歴史的背景に注目しましょう。ラスメニーナスが描かれたフェリペ王朝末期はスペイン帝国の衰退期にあり、30年戦争の痛手に苦しみ、経済的にも政治的にも困難の時代でした。王自身も不運に苦しんでいた時期です。最初の妻を亡くし、再婚前には唯一の継承者の王子も亡くしましたが、王家として人々を養う苦悩はこの作品でははっきり表現されていません。君主の年老いた様子も曇った鏡の中に隠してしまっています。キャンバス上の幾何学的中心には窓から差し込む光によって幼き王女マルガリータ・テレサが明るく照らし出されています。マルガリータ王女はその頃王に残されたたった一人の嫡出子でした。王女のキラキラした元気な様相は苦悩を続けていた帝国の未来への理想を描写しています。しかし幼き王女はこの作品の唯一の中心人物ではありません。絶妙な遠近法テクニックを315センチ ×270 センチの等身大のキャンバス上で駆使することで、ベラスケスの手法は芸術と現実の境界線をぼかしてしまい、私たちもここに描かれた立体空間へと踏み込めそうな感覚を作り出しています。天井と壁の間のいくつかのラインは開いた戸口へと視線を導き、さらに鑑賞者の視点からの物理的奥行き感を与えています。その意味では作中の3名の視線がまっすぐこちらに向いていることで、鑑賞者と現実世界に焦点を当てた作品であるとも言えます。注目すべき点は他にもあります。2つの照明具が作り出すラインは背景の壁の中央に向かっており、王夫妻を映し出す鏡に見る者の目を導きます。この鏡の像の鑑賞者との相対的な位置関係が作品全体の全く別の解釈へと私たちを導いていきます。鏡は肖像画制作のためにポーズする王と王妃を映しているか、それとも作中のキャンバスを映しているのか、暗示される宮廷肖像画をベラスケスが描いたことがないという事実はどう解釈するのか。これは作品自体の創作過程を表現した絵画なのでしょうか。作品の中に鏡を取り入れることで、ベラスケスは作品の芸術性を単純な職人技の範疇から知的作品のレベルに引き上げています。3つの競合する焦点によってラスメニーナスは理想、現実、そして鏡の中の世界というこの3つの世界の明暗をくっきりと捉えながらも、くすぶり続ける緊張状態を維持することで、いかなる鏡をもっても語れない複雑な物語を語っているのです。この動画では芸術と芸術家の世界を探ります。ゴッホの傑作星月夜の背後に隠れた数学を知っていますか？あるいはこちらの動画で日本古来の美術魚拓を発見してください。